おはようございます。センドラです。今日はいよいよ一番札所霊山寺を参拝します。9回に区切っての歩き遍路でしたが、今日まさにそれが一周になるのかと思うと、少しドキドキしてます。地蔵寺まで残り 2.8 キロです。私の遍路動画を最初から見ていただいている方はよくご存知だと思うんですが、初めの頃は適当な道歩いてたんで、旅チャンネルの高山さんが寄ったとことか見つけられなくて困ってたんですけどね、14ヶ月経ってやっと見つけることができました。高山さんが最初に寄った遍路小屋です。このお人形がちょっと当時の映像に比べると疲れちゃってますね。遍路小屋第44号神焼けっていうところのようです。板野町まで戻ってきました。もうすっかり凱旋気分で足取り軽やかなんですよね。こんなに軽快に歩けるなんて嘘みたいです。御宿森本屋さんです。ここもとても有名な遍路宿です。5番札所地蔵寺に到着です。本堂と大師堂を参拝して2度目の納経印をいただきます。本当はここから先全部のお寺に寄りたいところではあるんですが、フェリーの時間があるので霊山寺まではもうノンストップで進もうと思います。4番の大日寺の方に戻りつつショートカットして遍路道に入ります。この山道妙に覚えてるんですよね。この頃はまだ何にも分かってなかったので、この江戸時代の石碑とか見てすごい驚いた記憶があります。この辺りにあの時はカメラをセットして一度戻って歩いてる風景撮ったりしましたね。ただ高山さんみたいに様にならないんで、いつの間にかそういう撮影するのももうやめてしまいました。山道が厳しいって言っても遍路道なんてせいぜいこんなもんなんだろうって当時思ってたんですけどね。今昔の自分に会えたら、懲らしめてやりたい気持ちでいっぱいです。次の見逃しスポットは愛禅院を通る遍路道です。愛禅院では高山さんが菅笠に手ぬぐいを巻くっていうレクチャーを受けたところなんですが、逆から歩いたら愛禅院の外側を通るルートになっちゃってました。順打ちだと愛禅院の中を通って向こうに出るはずなんですよね。またしても歩き損ねちゃいました。ただこれだとお大師様の軌跡を追うというよりも高山さんの軌跡を追ってるみたいでちょっと気持ち悪いんですが、もともと私たちは旅チャンネルの遍路動画に影響されて歩き遍路を始めようと思ったので、ある程度影響されちゃうのはご容赦いただければと思います。向こうの方に金泉寺が見えてきましたが、時間がないので、パスしてそのまま進みます。遍路道はここを左の上の方に登るようです。ここは歩いた記憶がないですね。2番の極楽寺の駐車場の方に出るこの道が遍路道だったんですね。全然当時気づきませんでした。霊山寺まであと900メートルです。総歩行距離1273キロの旅もあと900メートルで終わっちゃいます。ついに一番札所霊山寺に戻ってきました。いや、この達成感は今までで一番やばいです。2人とも言葉が出ません。本堂と大師堂を参拝して無事に一周できたことをお大師様に報告します。当時はじっくり見ることができませんでしたが、改めてこうやって見ると素晴らしい本堂です。私たちは事前勉強をせずに遍路旅を始めたので、知識も全くないし作法もわからない中、あわあわしながら参拝してて、とてもお寺そのものを味わうなんていう余裕はなかったんですが、一周回って再び戻ってきた私たちは、あの日に比べれば少しはマシになったのかなと、なんとなくそんな気がします。しかし感無量っていうのはこういうことを言うんでしょうね。
感慨深い気持ちでお礼参りを済ませたら農協所に向かいます。最初見た時にはビビらされたこのマネキンさんも今は懐かしさしかありません。今ならこの子と会話すらできそうな気分です。和毛さも前と色が変わってておしゃれにも手を抜いていないようです。農協町の終わりの方にある一番初めに参拝したお寺へのお礼参りのページに農協印をいただきます。その他にせっかくなので2000円払って満願書もいただきました。お待ちかねの金剛図への、すり減り具合のチェックです。なんと3、4センチしか減ってません。いや、すごい歩いたのにこんぐらいしか減らないなんてショックですね。それではこれから高野山に向かうためにまずは徳島港に移動します。電車とバスで行こうとも思ったんですが時間が押しちゃってるのでタクシーで移動です。昼飯は徳島港のフェリーターミナルで食べようと思ったんですが今中のレストランは休業中ということでやってませんでした。タクシーのうんちゃんから近くに食堂があるよって教えてもらったんですが、歩くのも面倒なんで売店でカップラーメン買ってそれを食べることにしました。これはちょっと残念でしたね。高野山までの移動の仕方はいろいろあるようなんですが今回私たちはフェリーと南海電鉄がセットになったお得な切符が2200円であるということなのでこのルートで移動します。もう少しお遍路さんいるかなと思ったんですがほとんどお遍路さんは乗ってませんでした。そのうちまた別格うちに四国に戻ってくるまでしばしのお別れです。想像してたよりも大きい船で中はとても広いです。売店もあるのでお酒やお菓子を買うこともできますが出港したら閉まっちゃうようなので欲しいものがあれば出港前に買っておいた方がいいです。ただ自販機とかもあるので、お酒とかカップラーメン、ドリンクなどもこっちで買うことができます。いろんなタイプの席があるんですがちょっと驚いたのが人気があるのが絨毯席なんですよね。みんなここで雑魚寝をするようですね。人もそんなに乗ってないので広々と使えるようなんですが私たちは椅子に座りたい派なので、座りやすそうな場所を探します。パーテーションで区切られて電源がついてるシートを発見したので、ここで2時間過ごそうと思います。ついに四国ともさよならです。2年前までは四国がまさかこんなに思い出深い地になるとは夢にも思ってませんでした。いずれ2週目もやることになると思うのでもっともっと思い出深い場所になるんでしょうね。はい、2時間かけて和歌山港に到着です。和歌山港って正直もっと地味な印象があったんですが動く歩道が設置されてたり南海電鉄に直結されてたりしてとても使い勝手のいい港でした。まずは電車に15分程度乗って和歌山市駅に向かいます。カラフルな電車で、つり革が魚とか亀の形しててねとっても可愛いです。和歌山市駅に到着です。次はここで乗り換えて天下茶屋駅を目指します。はい、天下茶屋駅に到着しました。この辺りになると乗降客がすごく多くなるのでお遍路さんの格好をしてるとじろじろ見られることもあるんですがもうこういうのもいい加減気にならなくなってきました。橋本駅に到着です。途中乗り換えが多くてちょっと大変でしたけどねなんとか到着することができました。ここまで来れば高野山の入り口、九度山駅まではあと15分ぐらいなので今日は、橋本駅の周辺で宿泊しようと思います。今夜のお宿は駅から歩いて 2,3 分のところにあるホステルイン橋本さんです。外観がホテルっぽくないのと階段の通路がカラフルでなんとなくゲストハウスっぽいイメージを連想させるんですが
建物内はとても綺麗で、どちらかというとビジネスホテルに近いかもしれないですね。クレジットカードや PayPay なども一通り使えるようです。ご夫婦で経営されているということで、手作り感満載のフロントですが、すごく温かみがあっていいお宿です。オーナー夫妻もとても優しくて感じのいい方でした。フロントの横にはウォーターサーバーや電子レンジなどもあります。近くにコンビニがあるので、そこで買ってきて部屋で食べるのもありですね。お部屋です。ツインのお部屋ですが、ビジネスホテルよりもむしろ少し広いぐらいですね。エアコンはもちろんありますが、その他にファンヒーターもありました。テレビや冷蔵庫などももちろん完備されてます。まだ新しいのか部屋はとても清潔です。思ってたよりもね、綺麗で助かりました。タオルの他にスリッパも用意されてます。バスルームです。ユニットタイプですが、湯船は比較的大きいタイプですね。これならお湯を張ってのんびり入ることができそうです。夕食なんですが、近くに美味しいお寿司屋さんがあるということで、お店まで車でオーナーが送ってくれました。真心さんです。久々にちゃんとしたお寿司が食べれそうな予感です。とりあえず、酒のつまみに数の子とか、カニをもらって、早速今回のお遍路の反省会を始めます。歩き遍路をやりきった達成感とうまい寿司のおかげで、またしてもお酒ちょっと飲みすぎてね、明日の高野山が若干心配です。帰りはタクシーを呼んでもらって、1000円弱ぐらいでホテルに戻ってくることができました。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回の高野山編がこの長かったシリーズ動画の最終回になります。ぜひご覧ください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。